こんにちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は色画用紙でさつまいもとモグラの壁面飾りを作ります。色画用紙は八つ切りか B4 のサイズを使います。さつまいもを作ります。色画用紙2枚を使って大きいサイズと小さいサイズのさつまいもをいくつか作ります。大きめのさつまいもをいくつか作ります。色画用紙を半分に長い辺を折ります。広げましたら、今度は短い辺をだいたい3等分に折りたいと思います。折り上げた分と残った分がだいたい同じぐらいの大きさになっていればいいです。かなり違う大きさになっていても構いません。きれいに3等分する必要はないです。そうしましたら6分割になるような線ができました。この線に合わせて切っていきます。きれいに切らなくても構いません。適当にザクザクと切っていきます。小さいさつまいもの方は長い辺もだいたい3分の1に折っていきます。これも本当に大体で結構です。短い辺も3分の1に折っていきます。そうしましたら9分割されておりますので、こちらも折り線に沿ってザクザクと切っていきます。大きめの紙と小さめの紙が何枚か切れました。さつまいもっぽい形に切っていこうかと思います。いきなり切ってもいいぐらいかもしれませんが、慣れないうちはちょっと線を描いていこうかと思います。上の真ん中からこのように下に向かって少しカーブを描いて、ぐっと丸くして、下の真ん中のあたりからも同じようにこのように線を引いて切っていきます。小さいサイズも同じような要領で切っていきます。上の真ん中から横へカーブを描いて、また下の方にカーブを描いていきます。こんな形に切れました。曲がったさつまいもやゴツゴツしたさつまいももあるかと思いますので、自由に切ってみるといいかもしれません。ちょっとここでへこませてみたり、こんな感じですね。ちょっと細めにしてみたり、ここも少しぐっとへこんでみたりですね。こんな感じで自由に切り取ってみるといいかと思います。さつまいもの皮の表面に入っている横筋をつけてみたいと思います。ハンカチのような布をこのように下に引いて、上にさつまいもを乗せます。お箸などの棒の先っぽを使って
横に筋を引いていきたいかと思います。このようにちょっと押さえながら軽く何度かこするとこのようにへこんでいきます。あちこちにつけてみます。長いものや短いもの、少しね、くっつけてつけたり、離したりつけたりして、このように筋をつけていきます。こんな感じでデコボコ感がつきました。何度もこすったり強くこするとちょっと穴が開くかもしれませんが、それも味かと思いますので、構わずつけてください。筋がつきましたら、お芋を少し丸くさせたいと思います。裏にしたい方からお箸のような丸い棒を当てて少しだけこのように丸みをつけていきます。全体に丸くしてもいいかと思います。いびつな感じで大丈夫です。こうすると丸いフォルムになります。お芋の上と下を少しつまんで尖らせてみます。このように先っぽを半分に折るようにして、ちょっとこのようにつまんでさらに立体的にしていきます。これでさつまいもができました。葉っぱを作っていきます。色画用紙の長い辺をだいたい3分の1ずつに折れるように折り上げていきます。これも適当で結構です。そうしましたら短い辺を今度は半分になるように折ります。広げたら今折った半分の線に向かって紙の端を真ん中に折ります。この両方折ったままこの真ん中の線を切っていきます。そうしましたらやはり折ったままこの折り筋のところ切り離していきます。さつまいもの葉っぱの形に切っていきます。こちらが折り曲げた線です。折り曲げた線の上のあたりを少しだけ角を丸く切り落とすようにしたいと思うので丸く線を描きます。反対側の角もこのように大きくカーブを描いて角が切り落とすようにしたいと思います。下からは少し尖らせるように斜めに線を引いていって上の描いた線とつなげるようにいたします。これも大体で結構です。描けましたらこの線の通りに切っていきます。こんな感じでハートのような形の葉っぱになります。慣れてきたら線を描かなくても適当に切っていきます。いろんな形の葉っぱがあった方が面白いかと思います。このまま飾っても可愛いかと思いますが、つなげる場合はこのようなナチュラルな紐を使ってつなげていこうと思います。
つなげたいお芋と葉っぱの数だけ縛り目を作っていきます。このように紐を輪っかにして、さらにこの二重になったところをぐるっと輪っかにして通して縛っていきます。またその上のところから同じように糸を丸くして輪にして通すように縛っていきます。お芋2つと葉っぱ1つをくっつけていこうと思います。もう一つ同じように縛り目を作ります。こんな感じで3つ作りました。接着剤で紐に貼り付けていきます。お芋の裏側、尖らせた方の内側に接着剤を塗ります。このように塗り広げましたら、紐を挟んでいこうと思います。結び目の下のあたりからこのように貼り付けていきます。こんな感じでくっつきました。もう一つ貼り付けていこうかと思います。同じく先に接着剤を塗り広げて、このように紐を挟んで、先ほどね、つまんだところでしっかり貼れるように、後のところは接着剤と紐が貼り付くように押さえていただいたら、このように貼り付きます。今度は葉っぱを貼っていきます。葉っぱは接着剤で貼っても構いませんし、このようなテープでもう直接裏側に貼っていっても構いません。接着剤で貼る場合は、紐の方に少しこのように接着剤をつけて、中心のあたりからこのように貼り付けていただければくっつきます。3個ぐらいつなげたり、また1つだけでもいいかと思います。モグラを作ります。モグラの体の色と、鼻に使う少し薄めの色と、目やひげに使う濃いめの色を準備します。モグラの色の色画用紙を先ほどと同じように3分の1の分だけ折ります。モグラはそんなに何匹もいらないかもしれないので、とりあえずこの3分の1ぐらいのサイズで切っていきます。さらに3分の1で折ります。これも大体でいいです。ちょっとサイズ感が違ってしまいましたが、それでも大丈夫です。ついた線の通りに切っていきます。頭の形になるように丸く切っていこうと思います。角を落とすようにカーブを描いて、右と左とこのようにカーブを描きましたら切っていきます。丸くなるように切ります。真ん中に少し三角形になったお花を作っていきたいと思います。大きさはもう適当でいいかと思いますが、
とりあえずこのくらいのサイズに切りました。ちょっと大きいかなと思うので、後で小さくするかもしれません。で、こうしたら、ちょっと角を落として、さらに丸くなるようにちょこっとまん丸なおにぎり型ぐらいのこんな感じに切りました。大きさはもうお好みでいいと思います。もっと小さい方が良ければさらに小さくなるようにちょっと切ってもいいかもしれません。とりあえずこれで作ります。目を作ります。ペンのキャップなどの小さい丸を型にしてこのように写し取って切っていこうかと思います。ちょっと小さくて切りにくいかと思いますが、紙の方をくるくると回すようにして、でこの線がね、見えにくい場合は、ハサミまっすぐにちょっとね、倒して線が見えるようにした方が切りやすいかもしれません。このように丸が2つ切れました。目の中の光を作ろうかと思います。先ほど鼻で使った紙をファイル閉じ用の穴開けパンチで2つ丸い形を抜き取ります。貼り合わせていきます。少しだけ接着剤をちょんとつけて、黒い丸の少し端の方になるようなところにこのように貼り付けていきます。鼻も穴開けパンチで作ります。口は適当な大きさの三角形に切り取ります。ひげは紙の端を利用して細長く切っていって好きな長さに切り落とします。貼り合わせていきます。はじめに切ったこのパーツを後ろに接着剤を塗って裏側にまんべんなく接着剤を塗ったら両側の真ん中になるようなところで貼っておきます。次は目を貼っていきます。裏側に接着剤を塗ったら、まずは左端、今度は右端に同じように貼っていきます。鼻の頭も貼ります。口も貼ります。ひげも貼っていきます。ひげはお鼻の先からちょっと出ているような形にしたいので、こちらからこのように貼っていきます。本数は2本ずつか3本ずつぐらいでいいかと思います。
モグラも少しカーブをつけた方が可愛らしいかと思うので、裏側から紙の端の方を少し丸い端のような棒に合わせて、このように丸みをつけます。全体的に少しカーブをつけてもいいかと思います。これでモグラもできました。できたお芋をさらに芋づるのようにしたい場合は、長い紐に縛っていきます。このように縛っていくとつながっていきます。壁に貼る際は、こういったテープで接着面が外側になるように丸い輪っかを作って、裏側にいくつかこのように貼り留めて、でこうして貼るようにすると、この少しふっくらとした感じがキープできたまま貼ることができます。ぜひたくさん作って飾ってみてください。